の簡単なあらすじ。今回のずんだもんのトラベル日記は絹浦港大冒険なのだ。まず向かうのは碧南緑地にそびえる展望台。一体この上にはどんな景色が待っているのだ。そして次に向かうのはなんと海の底。どんどん地下へ降りて絹浦海底トンネルの歩道へ突入なのだ。頭の上は海、目の前には地下へ続く長い通路。地上から海底へ、ちょっと不思議な絹浦港探検出発なのだ。みんなも暑い日が続いてうんざりしているよね。僕はずんだ餅の妖精ずんだもんなのだ。今日も僕のトラベル日記にようこそなのだ。今回は愛知県碧南市にある碧南緑地から冒険を始めるのだ。展望台から絹浦港を眺めた後は今度は海の下へ潜っていくのだ。それじゃあ今日も元気いっぱい出発なのだ。行き方は簡単なんだけど前回説明しているから今回は省略するね。ドライブレコーダー忘れたずんだもんはもちろん FZ1 で行ってきたのだ。ずんだもんのトラベル日記。じゃあドライブレコーダー忘れちゃったんだけど早速始めるのだ。それにしても今日もとっても暑いのだ。今いるのはね絹浦港湾会館駐車場だよ。なぜか全て工事中でこっちに行けって言われちゃったのだ。しかもこの会館は一般利用は8月30日で終了してしまうんだ。全く迷惑な話なのだ。まあそれは置いておいてずんだもん流熱中症対策はねもちろん氷タオルだよ。どうやって氷を溶かさずに持ってきたのかって、それはねアイスコンテナとトラスコ中山の強冷や保冷剤を使ったんだよ。強力タイプの保冷剤はマイナス25度以下できっちり冷却すればマイナス13度の冷気を8時間以上は発揮してくれるんだ。ただクーラーボックスの性能と空間の大きさで変わるからね、ちゃんと計算して量をきっちり調整しようね。ここで飲み物買っておくのだ。なんという微妙なラインナップ。ここまで暑いと水だとナトリウムが枯渇して動けなくなるから結局ポカリスエットにしちゃったのだ。よし改めて出発なのだ。まあ何もないからいつもの倍速ね。それではまずは碧南緑地について紹介していくのだ。碧南緑地は愛知県碧南市の西側絹浦港に面した場所に整備されている緑地なのだ。この周辺に広がる絹浦港は1957年に重要港湾に指定され碧南市だけでなく半田市や高浜市などした市相互地域の物流や産業を支えてきた港なのだ。現在では港の周辺に工場や発電所などが立ち並んでいて絹浦港らしい工業地帯の景色を見ることができるのだ。そして碧南緑地にはそんな絹浦港を高いところから眺めることができる展望台も設けられているのだ。対岸には半田市がありその間を結んでいるのがこの後向かう絹浦海底トンネルなのだ。まずはこの展望台に登って絹浦港がどんな場所なのか上から見てみるのだ。あれ道を間違えちゃったみたいなのだ。経工事中で至るところにフェンスがあって道が複雑になっているのだ。ちょっとだけ喉が渇いたから休憩なのだ。休憩も終わったことだし先を急ぐのだ。大対岸に白い展望台が見えてきたのだ。服部さんが手すりで休んでいるのだ。よしちょっと近づいてテレビ番組みたいに撮影しちゃうのだ。飛び立ってしまったのだ。であれは半田緑地にある展望台なのだ。またここへ来ることになるとは思っていなかったのだ。地
ちなみに対岸の海底トンネル出口はここね。まあいいや、先に進もう。今歩いているところはボードウォークって言うんだって。自転車やバイクにスケボーは入るなって書いてあったけど、普通に自転車は木のトゲが刺さってパンクしそうなのだ。あとここでこけたら体にトゲが刺さりまくりそうなのだ。大海底トンネル入り口を見つけちゃったのだ。でもまずは展望台から見ていくのだ。あれ、しがらみで言えないのだ。ここまで来て諦められないのだ。まあいいや、外からまずは見てみるのだ。何これ、ちょっと微妙な感じがする。何か張り紙がしてあるのだ。確認するのだ。なるほど、入り口があるわけねって16日まで利用可能なようなのだ。こんな微妙すぎる展望台をご利用する人はいるんだろうか。あ、ビーチバレーやってるのだ。パッと見た感じはこんな感じだよ。究極のシンプルな展望台なのだ。側にトイレもあるのだ。じゃあ早速登っていくのだ。よし、まずは2階の部分から見ていくのだ。アハンダ川の展望台が見えるのだ。上の階に行くのだ。何この軍事要塞顔負けのフェンスは。あからさまに下の階よりも強化されているのだ。最悪だ、オートフォーカスが正しく機能しないのだ。誰かここから落っこちたのだろうか。謎なのだ。これじゃあせっかくの景色もまるで檻の中から見ているようで、正直に言うと半田川の展望台の方が見応えがあるのだ。ちなみに2階には微妙に新締めのベンチがあったりするのだ。しまったのだ。それにしてもしがらみの印象がとてつもなく強いのだ。まあ次の海底トンネルに急ぐのだ。おお、まさしくこれは半田方面へ行くための案内板なのだ。テンションが上がるのだ。ちなみに海底トンネルの入り口はこんな感じなのだ。展望台からの景色を楽しんだところで、次にやってきたのはこちら、絹浦トンネルの自転車歩行者道なのだ。さっきまで展望台の上から眺めていた絹浦港、今度はなんとその海の下を自分の足で歩いていくのだ。入り口を見ただけでもなんだか秘密の地下通路みたいでワクワクしてくるのだ。この先は一体どうなっているのか、ちょっぴりドキドキするけど、ここまで来たら行くしかないのだ。それでは絹浦海底トンネルへ突入なのだ。おお、入り口からいきなり長い階段が続いているのだ。なんだか地下基地へ潜入しているみたいで、こういう場所はワクワクするのだ。でもこの階段、一体どこまで続いているのだ。
まだまだ下なのだ。どんどん降りていくのだ。地上の明るさも少しずつ遠くなってきて、だんだん本当に地下へ潜っている感じがしてきたのだ。そしてこの絹浦海底トンネルの自転車歩行者道はなんと地下11階まで降りていくのだ。地下11階？数字だけ聞くととんでもなく深く感じるのだ。普通の建物だったら11階まで上に登るところを今回は全く逆方向なのだ。ひたすら下へ降りていくのだ。まだ階段があるのだ。そして曲がってもまた階段なのだ。おお、思っていたよりかなり本格的なのだ。さっきまで展望台の上から絹浦港を眺めていたのに、今はその反対、どんどん地面の下へ潜っているのだ。こうして降り続けているとだんだん頭の上にある海を意識してしまうのだ。僕の上には地面があって、そのさらに向こうには絹浦港の海があるのだ。そう考えるとちょっとドキドキしてくるのだ。でも同時にこんな場所を自分の足で歩けると思うとますます先が気になってくるのだ。地下11階まで降りてその先を歩いて海の向こう側へ向かう。あれ思っていたのとちょっと違うのだ。ちなみに僕はこんな感じのガラス張りのトンネルをイメージしていたのだ。ちなみに半田まで 480m だって。さあここからはいよいよ海底トンネルの中を歩いていくのだ。おお、ずーっと先までまっすぐ通路が続いているのだ。こうして見ていると普通の地下通路みたいだけど、今僕が歩いているこの真上には絹浦港の海があるのだ。そう考えるとなんだか不思議な感じなのだ。左右は壁、頭の上も天井、そして前を見てもひたすら続く一本の通路なのだ。地上みたいに景色が変わるわけでもないから、歩けば歩くほどどんどん海の下へ取り残されていくような気分になってくるのだ。それにしても長いのだ。あそこまで行けば出口かなと思って歩いてもまだまだ先が続いているのだ。蛍光灯がずらーっと並んでいて、その先が小さく一点に見えるくらいまっすぐなのだ。こういう場所ってなんだか秘密基地の地下通路みたいでワクワクするのだ。でももし今ここで上からドンなんて音がしたら多分一気に怖くなるのだ。頭の上は海なのだ。あまり深く考えないことにするのだ。そんなこと言っていたら第一チェックポイントに着いたのだ。続きなのだ。それよりもどんどん先へ進むのだ。地下11階まで降りて、さらにその先をこうして自分の足で歩いていると本当にちょっとした探検をしている気分なのだ。地上では車が絹浦トンネルを走っているけど、そのすぐ近くを僕はこうして歩いて海を渡っているのだ。なんとも変わった体験なのだ。さあ出口はまだまだ先。この長い海底通路をどんどん進んでいくのだ。とは言ったもののやっぱり長いのだ。歩いても歩いても景色がほとんど変わらないのだ。前を見ればずっと一直線、振り返っても多分同じような景色なのだ。こういうところを歩いているとちゃんと前に進んでいるはずなのに、だんだん同じ場所を歩き続けているような気分になってくるのだ。でもここは間違いなく絹浦港の海の下。今この瞬間も僕の頭の上には海が広がっているのだ。そんなこと言っていたら第2チェックポイントなのだ。さっきの続きね。分かってはいるけど、こうして普通に歩けてしまうのがなんとも不思議なのだ。しかも見てほしいのだ。まだまだ先まで通路が続いているのだ。あんなに遠くまで見えているのに出口らしいものが全然見えてこないのだ。海底トンネル恐るべしなのだ。それでも一歩ずつ進んでいけば
少しずつ反対側へ近づいているはずなのだ。こういう長い道って先が見えないからこそ冒険している感じがしてくるのだ。この先には何があるのだ？そろそろ出口なのだなんて考えながら歩いていると、なんだか宝探しでもしているような気分なのだ。まあ待っているのは宝箱じゃなくて出口なのだけど、それでも今はその出口がとってもありがたいお宝に思えてくるのだ。さあまだまだ進むのだ。一本道だから迷子になる心配はないけど、おっと第3チェックポイントなのだ。というかやっと半分なのだ。さっきの続きを言うのだ。逆に言えば前へ進むしかないのだ。ここまで来たら引き返すよりこのまま反対側まで行ってしまうのだ。しかし本当に長いのだ。こうしてずっと歩いていると、さっき地下11階まで階段を降りてきたことまで忘れそうになるのだ。展望台から始まって地下へ潜って、今度は海の底をひたすら歩く。今日のトラベル日記、思っていた以上に上下移動が激しいのだ。でも普段なら車であっという間に通り過ぎてしまう場所、こうやって自分の足でゆっくり進んでみると、本当に海の下を通っているんだなってじっくり実感できるのだ。こういうのも歩いて渡る面白さなのだ。さてさて、出口はどっちなのだ？まだ先なのだ？まだ先みたいなのだ。よし、こうなったらとことん歩いてやるのだ。絹浦港の海の下を一歩ずつ一歩ずつ反対側を目指して進んでいくのだ。というわけで中間地点も過ぎたことだし、 AI ずんだもんもセリフが枯渇したので倍速再生でいくね。だってもう17分超えちゃってるしね。こんな微妙な廊下みたいな場所を永遠に再生されるのも苦痛だと思うからね。そしてやっとの思いで半田川に到着なのだ。この地上という表現は独特なのだ。この扉はどこへつながっているんだろう？気になるのだ。さてさて、早速地上へ上がっていくのだ。実は階段のところって微妙に猫のしっこの匂いがかすかにしているんだよね。ひょっとして例の猫さんの縄張りになっているのかな。そういえば今言おうかどうか迷っているけど話しちゃうね。実はヤフーオークションで新しいカメラ買っちゃったんだよね。いいわけじゃないけど OM、DEM、1M 計算ってね、写真を撮るのはいいんだけど動画になるとね、若干の弱点があるんだよね。まず主力で買った 8、25mm のプロレンズを動画で使うと漏れなく手ぶれ補正でお酒で酔っ払ったような補正をかけてくれることがあるんだよ。じゃあ今どのレンズ使ってるんだよって思うでしょ。パナソニックの 9mm の単焦点だよ。手ぶれ補正あるのに補正の補正を人間がやらないといけないので悩んでいたところ、オークションで古いパナソニックのビデオカメラが数万円で売っていてね、気づいたら買っちゃっていたのだ。パナソニックの AG、AF105 っていうビデオカメラだよ。このビデオカメラはね、レンズがマイクロフォーサーズだったから買っちゃったんだよ。レンズつけるとこんな感じになるよ。実は言うと横のグリップがないから安いのとバッテリーがハンディカム用のがついてくるだけ。つまりマジモノのジャンク品なのだ。マーカンジンのカメラ自体はきっちり動くのでずんだもん的には気にしないのだ。何かプレートがあるのだ。閉海底トンネルの建設に関わった企業なのかな。先に進むのだ。おお、ついに太陽の光を感じるのだ。眩しいのだ。
に到着なのだ。よし、半田に到着なのだ。そしてすぐ横には見慣れた半田緑地の展望台が見えるのだ。ここからでも碧南川がちらりと見えるのだ。引き返す前にポカリスエットで水分補給するのだ。氷タオルはまだ半分ほど残っているのだ。じゃあもう時間ないから一気に帰るね。それではここで絹浦海底トンネルについて少し紹介するのだ。絹浦トンネルは愛知県の碧南市と絹浦港を挟んだ対岸の半田市を結んでいる海底トンネルなのだ。最初のトンネルが開通したのは1973年8月1日。絹浦港の東西を結ぶ重要な道路として作られ、その後交通量の増加に対応するため2003年にはもう1本のトンネルが開通しているのだ。しかも絹浦トンネルは日本最古の人前式海底トンネルとしても知られているのだ。よし、さすが倍速再生、一気に碧南側に到着したのだ。おお、すごいスピードで上がっていくのだ。これはこれですごいのだ。見ているみんなはこんな速さで登っちゃダメだらね。よし、碧南緑地に戻ってきたのだ。太陽の黄金を焼くような強さなのだ。じゃあ見るもの見たし、行くとこ行ったし、マイクもいい感じだし、そろそろ帰るのだ。圧消防署が見えるのだ。あともう少しで FG1 のところに着くのだ。ここのレストランでご飯食べたかったのだ。無事に FG1 のところに戻ってこれたのだ。風でなびいているのはバイク用のサンシェードだからね。なんだかんだで疲れちゃったのだ。ずんだもんのトラベル日記。ずんだもんのトラベル日記。今日のまとめなのだ。今回は碧南緑地の展望台と絹浦海底トンネルを探検してきたのだ。まずは碧南緑地の展望台。絹浦港や対岸の半田市を見渡せる場所だったけど、上の木座橋はかなり頑丈なフェンスに囲まれていて、正直なところ景色の見やすさは半田側の展望台の方が上だったのだ。でもこの後歩いて渡る絹浦港を上から眺められたのは面白かったのだ。そして今回の本命絹浦海底トンネル、入り口から地下11階までひたすら階段を降りて、その先に待っていたのは半田川まで約480メートル続くまっすぐな地下通路だったのだ。見た目はちょっと古びた普通の地下通路だけど、この真上には絹浦港の海があるのだ。そう考えながら自分の足で歩いていると、だんだん本当に海の底を探検している気分になってくるのだ。そして無事に半田川へ到着したと思ったら、帰りはもちろん同じ道をもう一度なのだ。地下11階の階段も往復するから想像以上に体力を使ったのだ。展望台から海を見下ろして、その後実際に海の下を歩いて渡る。派手な観光地ではないけど、絹浦港を上と下の両方から楽しめるちょっと変わった冒険になったのだ。そして今回思った以上に大活躍してくれたのが氷タオルなのだ。首に巻いて歩いてみたけど、これが本当に効果絶大だったのだ。暑い中を歩いていても首元がずっと冷やされるから
体感的にもかなり楽だったのだ。今回みたいに外を歩き回ったり長い階段を上り下りするような場所ではかなり頼りになる暑さ対策だったのだ。前に作って紹介した氷タオル、これは大成功なのだ。それじゃあ次回のトラベル日記までの間しばしの別れなのだ。それじゃあまたね、バイバイ。